孤独な賞金稼ぎだったマンダロリアンのディンジャリンがグローグと出会い、掟を破り、今銀河をめぐる逃避行が始まる。今回はこの2人をウェザー。どうもダーティです。我らの道ということで、今回はマンダロリアン&グローグのプラモを制作していきます。はじめに言っておきますが、映画はまだ見れていません。ただただマンダロリアンのかっこよさに惹かれてのプラモ制作になります。では一緒に作っていきましょう。フェーズ1、仮組み。では先に内容物を少し紹介していきます。説明書が映画のパンフレットみたいでかっこいいですよね。ランナーなんですが、以前出ていたボバフェットやマンダロリアンで、今回のマンダロリアン&グローグの3種類で構成されています。で、今回作りたかった理由の一つが、プロモデラーの方がスター・ウォーズ系のキットはモールドの気合がすごいよっていうのを言っていたので、それはぜひ触れてみたいというのがありました。で、グローグはなんと3人分作れてしまいます。付属のシールでは手の甲やシルバー系の武器の装備品の保管色があります。では作っていきましょう。まずはニッパーでゲートを少し残してカット。その後片刃ニッパーできれいに2度切りしていきます。あとは説明書通りに組んでいきます。マントは布製のものが付属しています。で、あっという間に仮組み完了です。3時間ぐらいでサクッと組み立てられて、この素晴らしい出来は嬉しいですね。背中のジェットパックの真ん中のブースターを選択式でアクションベースもさせるようになっています。ピストルはホルダーに収納できます。で、背中に乗っているグローグの他に2体いて装備が異なります。では少し可動範囲を見ていきましょう。腕は真上まで上がり、鎧の干渉はありません。肩が引き出し機構になっています。二の腕が左右に触れますが、肘は90度までしか曲がりません。手首は差し込み式なのでぐるっと一周回せます。腰は若干ですが前後に曲げれるようになっています。首は180度以上触れて上下もそこそこ動きますね。腰の回転ですが、肩からかけているベルトによって左側には曲げれますが、右側にはベルト先端が当たって曲げれない仕様になっています。足は鎧が干渉してこれぐらいしか開脚できません。前には70度ぐらいまで上げれて、膝は二重関節ですが90度までですね。膝立ちは上体がのけぞった形になり、綺麗にはできません。足先は前後左右にそこそこ動きます。で、背中が重いため自立できないので、こういった片足の靴底を固定するスタンドが付属しています。フェーズ2、パーツ処理。今回は普通のゲート処理のみです。当て板に貼り付けた紙やすりで削って、曲線が多いのでスポンジやすりがメインですね。服のシワなどがあるので消さないように注意しましょう。細かいところはスクレーパーなどでピンポイントにゲート処理しました。フェーズ3、塗装。まずはこれらのシルバーのパーツを塗装していきます。今回は下地に黒を塗り、次に金属粒子の大きいシルバーを拭いて、クリアコートしてからさらに金属粒子の細かいシルバーをのせていきます。何やらベスカーという銀河最強クラスの金属で鎧ができているらしいので、シルバーには力を入れました。こちら仕上がりです。メッキシルバーにしてもいいのですが、メッキにすると映り込みが1分の1サイズになってしまうので、シルバーの重ね塗りによってぼわっと映り込むぐらいのシルバーに仕上げました。次はグローグの塗装です。瞳のパーツは取っています。ラッカー塗料のホワイトとピンクを調色して、これを拭いていきます。仕上がりです。
耳と顔にさっと吹きかけました。次に水性塗料のよもぎ色とホワイトを調色して、これを拭いていきます。こんな感じの仕上がりです。マスキングをせず、耳の部分はぼかすように細拭きしました。フェーズ4、部分塗装。次は細かい部分を筆塗りしていきます。まずは手のパーツから、ウッドブラウンと薄茶色を混ぜて塗っていきます。中の三角部分は後で青を塗りますが、塗りつぶして OK です。仕上がりはこんな感じ。次はデスティニーレッドとマホガニーを混ぜて指を塗っていきます。第二関節の少し上ぐらいまで塗っています。次にスカイブルーとインディーブルーを混ぜて三角部分を塗っていきます。これで手の塗装は完了です。次はマホガニーでシルバーに塗装したパーツのベルト部分を塗ります。こんな感じです。で、そのままつけるパーツの足も同じように塗っていきます。あとはライフルの真ん中3箇所も塗りました。次はマホガニーとウッドブラウンで少し明るめにして塗っていきます。まずはライフルのスコープの受け部分を2箇所塗りました。ピストルの持ち手もこの色にしました。そして残りの足のベルト部分もこの色で塗っていきます。ここで一旦艶消しのトップコートを拭いていきます。拭き終えればグローグーの瞳のパーツをつけておきましょう。瞳のパーツは艶消しは拭いていません。フェーズ5、部分塗装。では艶消し後にエナメル塗料でシルバーの部分塗装をしていきます。装備品が多いのでめちゃくちゃ塗るところが多いです。主にシールで補うところが塗る箇所なので説明書を見ながら塗っていきます。ベルトの金具などはシールが付属していないので塗装しかないですけどね。で、艶消しを吹いた後なのであまり塗料の希釈を高くすると流れて滲んでしまうので、溶剤は少しにして濃度は濃いめにして塗った方がいいと思います。一応はみ出した時用のリスクヘッジでエナメル塗料を使っているので拭き上げれば OK ですが、メタリック系はなかなか綺麗に拭き上げられないんですよね。で、左の腰のパーツはシタデルカラーのブラッド・フォー・ザ・ブラッド・ゴッドを使って中の赤色を塗っていきます。仕上がりはこんな感じですね。剣の持ち手はフラットブラックで塗りました。最後に右足についているこのアーマーですね。ガンメタルを使って再現していきます。塗料を持ち手棒につけたスポンジにつけて厚塗りにならないように少し塗料を落としてます。そしてスタンピングしていきます。塗料が多いとベタ塗りになってしまうので少しずつ色をのせていきます。仕上がりはこんな感じで好きな具合までポンポンしましょう。これでようやく全ての塗装が終了しました。フェーズ6、シェード。ではシタデルカラーのナルンオイルで陰影表現をつけていきます。シルバーのパーツに作業します。面相筆で溝になる部分をなぞってナルンオイルをつけていきます。墨入れみたいなものですね。で、こういったモールドなども平坦に見えてしまうので陰影をつけてしっかり立体感を出しておきます。この作業をシルバーに塗装したパーツすべてに行っていきます。墨入れのように拭き上げず塗りっぱなしで OK です。キットの精密なディテールがより際立ちますよね。次はアグラックスアースシェードでグローグの服に陰影をつけていきます。作業内容は先ほどと変わらないですね。ただ元々の色が明るいのではみ出したり塗料をつけすぎると目立つので、水で湿らせた綿棒で乾く前に拭き取って調整していきます。
ちょっとしたシワにもシャドウを入れると立体感が増しますよね。仕上がりはこんな感じです。フェーズ7、チッピング。エナメル塗料のジャーマングレーでチッピング作業をしていきます。面相筆に塗料をつけてペーパーで塗料を調整します。親指の爪でどれくらいつくか確認してからパーツにチッピング表現をつけていきます。ちょうどここの部分が塗装した時に他のパーツと当たってしまったので隠していきます。完全にダーティープレイですが、そういう塗装不良も隠せるのがウェザリングのいいところですね。で、僕はいつもスポンジでのチッピングが主なのですが、筆で作業することでピンポイントにより繊細に表現をつけることができます。反射があるのでかなり見にくいですが、こんな感じにチッピングをつけています。今回はかなり控えめにつけていますが、ライトセーバーをも寄せ付けないベスカーアーマーに傷をつけてしまったのは、この時は名前すら知らなかったので許していただきたいですね。でも傷ついてる方がかっこいいんじゃないですかね。次はチタンシルバーでチッピングをつけていきます。腹部のアーマーと腰のアーマー、膝当てのブルーとグレーのパーツに作業しました。これも同じく筆で作業して細かなチッピングをつけました。フェイズ8ウェザリングマスター。タミヤさんのウェザリングマスター A セットのマットを使用します。服の陰影をつけていきます。シワのエッジ部分にウェザリングマスターをこすりつけてハイライトを入れていきます。グローグの場合は影をつけたのですが、こちらはハイライトをつけて成型色部分を影にするという反対のやり方ですね。左が作業後で効果は一目瞭然ですね。次は E セットのグレーを使って先ほどシルバーチッピングを行ったパーツにドライブラシしていきます。A セットに戻りライトサンドで靴を汚していきます。ここはかなりベタ塗りで構わないですね。仕上がりはこんな感じです。同じくライトサンドでライフルも汚しておきました。次はさらにサンドも使っていきます。マントにライトサンドとサンドを適当にポンポンとつけていきます。つけ終えれば指でなじませてマントの汚し完了です。こんな感じで砂ぼこりがついている感じですね。ファイナルフェーズ完成。サクッと組み上げてグローグを乗せて、では完成です。どうぞ。では比較です。もともとのシルバーのパーツの成型色もいいのですが、今回はシルバーの輝き方にこだわりを持って塗装したので、マンダロリアンの印象的なベスカーアーマーをしっかり表現できたんじゃないでしょうか。グローグも見ていきましょう。こちらはもともとの成型色が少しパンチが効きすぎているので、しっかり落ち着いた色味にしました。薄いピンクを下地にぼかしながら塗装すると血が通ったような雰囲気が出てますよね。ではアップです。今回は汚しとしては軽いチッピング表現と砂ぼこりぐらいで、あとは陰影表現のみでの制作でした。陰影の付け方は暗い色で影をつけるのかハイライトを入れるのかの2種類の手法を使いましたが、どちらもウェザリングでよく使うピンウォッシュとドライブラシなので、実際いつもと同じ要領での作業ですね。そしてメタリック色と艶消しのメリハリが効いているので、よりシルバーの輝きを引き立たせてくれているのは言うまでもないですね。あとはもうほとんどが部分塗装による細かい塗り分けによってしっかり情報量を加えていくぐらいで、もともとキットの出来がいいのでかっこよく仕上がりました。
かがだったでしょうか。今回はマンダロリアン&グローグのプラモデルをちょい汚しで制作しました。初のスター・ウォーズ系のキットでしたが、これは集めて飾りたくなりますね。細かい造形がほんと素晴らしくて、ぜひスター・ウォーズの宇宙船系のキットも作りたくなりました。で、この動画が良かったと思ったら、高評価、ハイプ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。何か一つでもためになれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。では、また。